にちは。ついにアイビスペイントバージョン 9.20 がリリースされました。今回も新機能が盛りだくさんの内容となっていますので、最後まで見ていってくださいね。それでは行ってみましょう。アイビスペイントにクラウドストレージ機能が追加されました。クラウドストレージとは簡単に説明すると、作品の引き継ぎなどが楽になる機能です。早速使ってみます。まず上のクラウド同期をオンにします。自分が持っているアカウントにログインします。利用規約に目を通したらはいを押して自分のアカウントにログインします。作品の左下に緑のチェックマークがついたら、クラウド上と端末に保存がされている状態です。次は別の端末にクラウド同期してみます。別端末でも先ほどと同じように上のクラウド同期をオンにして同じアカウントにログインします。作品の左下の雲マークはクラウド上のみ保存がされている状態です。右下の黒い雲マークをタップすると作品の再編集ができます。クラウドストレージの4つのメリット。クラウドストレージに作品のバックアップを取っておくことで、スマホが故障した時でもクラウドストレージに保管しているので、大切な作品が消えてしまう心配はありません。次にクラウドストレージに作品をアップロードした後、端末内の作品を削除することで、端末のストレージ容量を節約することができます。次にクラウドストレージに保存した作品はいつも使っているアカウントと同じアカウントでログインしている端末であれば、すべての端末でデータが同期されます。なので通勤通学時にスマートフォンで絵を描いて、帰宅したらタブレットで続きを書くみたいなことができちゃいます。あとは機種変更の時めっちゃ楽。以上。次は紙質キャンバスです。本物の水彩絵の具みたいな仕上がりでとても綺麗ですね。紙質キャンバスの使い方を説明していきます。レイヤーウィンドウを開きます。紙質ボタンをタップします。好きな紙質を選びます。今回は画用紙粗め3を使用しました。定山のレイヤーを追加して、水彩、ポイントやにじみ水彩で色を塗っていきます。ブラシ不透明度を変えながら色を塗っていきます。本物の画用紙が絵の具を吸ってるみたいで綺麗ですね。完成です。紙質キャンバスを使って水彩風のイラストにチャレンジしよう。次はレベル補正です。レベル補正とはこちらの逆光写真をこんな感じに明るくできる機能です。レベル補正の使い方を解説していきます。ツール選択ウィンドウからフィルターを選択します。色調整からレベル補正を選択します。ヒストグラムの表を見ながら出力レベルなどのスライダーを調節します。逆光で暗かった写真が一瞬でパッと明るくなりましたね。写真の明るさや色味を調節したいときにレベル補正を使ってみてください。次は色置換です。動画のように指定した色を他の色に変えることができますよ。色置換の使い方を解説していきます。ツール選択ウィンドウからフィルターを選択します。色調整から色置換を選択します。色を変更したいところに参照点を置きます。上の選択範囲を表示オンにして見やすくします。許容量や範囲などのスライダーで調節します。青くなっている部分が色の変更できる部分になります。選択範囲を表示オフにして色
色相などのスライダーで色を変えます。こんな感じに指定したところの色が変更できますよ。部分的に色が変わる瞬間、なんだかエモいですね。色置換で部分的に色を変えて一気に雰囲気を変えよう。次はベベル外側です。ベベル外側とはこのようなフォントをこんな感じに立体的にすることができる機能です。ベベル外側の使い方を解説していきます。ツール選択ウィンドウを開いてテキストツールを選択します。テキストツールに文字を打ち込みます。レイヤーウィンドウを開いてラスタライズをします。フォントが用意できたらツール選択ウィンドウを開いてフィルターを選択します。スタイルからベベル外側を選択します。色や高さなどを調節します。完成です。立体の文字を作りたいときは使ってみてください。次は色域選択です。色域選択とはイラスト内の似た色から選択範囲を作ることができる機能です。色域選択の使い方を解説していきます。上の選択範囲ツールを開いて色域選択を選択します。選択範囲を表示をオンにして見やすくします。選択範囲を作りたいところに参照点を動かします。参照点が置けたら OK ボタンを押してフィルタのグラデーションマップで色を変えます。色域選択で簡単に選択範囲を作ろう。次はスポイト参照レイヤーです。スポイト参照レイヤーとは作業レイヤーの色のみを採取できる機能です。スポイト参照レイヤーの使い方を解説していきます。今までのスポイトは目に見える色のみが採取できましたが、今回追加されたスポイト参照レイヤーは色を採取したいレイヤーを選択してスポイトツールをキャンバスから作業レイヤーに変更します。すると選択した作業レイヤーの色のみが採取できます。わざわざ上のフィルターを非表示にしなくていいのでとっても便利ですね。2つのスポイトの機能をうまく使い分けよう。次は移動変形の対象です。移動変形の対象とはレイヤーフォルダーを使わずにレイヤーの一括移動ができる機能です。このようにレイヤーフォルダーにまとめられていなくても移動変形の対象をキャンバスにすると一括で動かすことができますよ。パース変形やメッシュ変形もできます。こういった感じに自由に動かせちゃいますね。移動変形の対象を使ってイラストを修正してみよう。最後は移動変形にスライダーです。動画のようにスライダーを動かして回転などができるようになりました。使い方はとても簡単で、移動変形させたいレイヤーを選択してツール選択ウィンドウの移動変形を選択して下の回転などのスライダーを動かすとこんな感じに動かすことができますよ。ほれ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 。バージョン 9.20 で追加された機能は以上です。いかがでしたか？もし気に入った機能がありましたらコメントいただけたらとっても嬉しいです。アイビスペイントは皆様の要望から進化し続けていますので、要望のコメントもお待ちしております。これからもアイビスペイントをよろしくお願いします。